大事ならスライドにかけようって思うかもしれないですけど今すごく大事なこと言ってますこっちのが近道です。そっか、せっかくリピートいただけたのにそうですそうです似たようなデザイン出しちゃって。そうですそうですまたこれみたいななるほどね。やっぱり基礎大事ですね、うん、山田さんお疲れ様です。お疲れ様です。質問が来ていたので読み上げます、はい。 LP をデザインできるようになりたいです。何から始めたらいいですかっていう質問が来てます。LP 高単価になりやすいからみんなやりたがりますよね、でも結論、初心者がいきなり LP やるのはかなり難しいと思います、はい、なのでどうすればいいのか、何からやればいいのか、今日はそのあたりを話すことにしましょう。ありがとうございます。はい、LP がデザインできるようになるために何から始めるべきかということなんですけど、はい、まず結論、LP の前にまずはバナーとかサムネからやるのが望ましいんじゃないかなと思います、はい、LP デザインやりたいんだったらまずはバナーとかサムネで基礎を身につけるっていうのがおすすめですね。でいきなり LP に挑戦するんじゃなくて、この小さめのデザインで伝える力とかこの見せる力を鍛える方が結果的に遠回りに見えて近道になるんで、これ結構大事なんで覚えておいてください。大事ならスライドにかけようって思うかもしれないですけど今すごく大事なこと言ってますこっちのが近道ですはい、でこのバナーとかサムネには基礎がかなり詰まってます。このデザインに必要な基礎をこのまとめて練習できるんですよね。例えば文字の見せ方だったりとか、写真の使い方、配色、余白、あと視線の誘導とか、訴求の整理とか、ターゲットに合う雰囲気を作るとか、とにかく LP に必要な要素がたくさん詰まっているということです。バナーとかサムネですね。だし、この小さいから簡単ではないっていうところもあります。この限られた面積の中で何を一番伝えるのかっていうのを考える必要があります。で、初心者はいきなり LP に挑むと止まりやすいです。なんでかというと、この LP は考えることとか見る場所とか作る量が多いので、この基礎がないと手が止まりやすくなります。手が止まらずになんか出来上がったなってなったとしても全然ダサいっていうか使い物にならない LP が出来上がっちゃうんで厳しいっすね。そうだから仕事にならないっていう感じね。で、高単価をやりたくて LP をやってるはずだと思うんだけど、結果的にそれが0円だったら本末転倒なので良くないよねっていうことです。で、この LP デザインが難しい理由は何かというと、この LP は見た目だけじゃなくて、売れる流れまで考える必要があるっていうところが難しさかなと思います。なので、このただおしゃれに並べるだけじゃなくて、誰に何を伝えて、どう行動してもらうのかっていうのを設計する必要があるということです。あとこの LP に関してはこのブロックごとに役割があるっていうのも覚えておくといいかなと思います。まずはこのファーストビューって言って LP の一番上ですね。開いて一番最初に見えるからファーストビューみたいな感じで覚えてもらうといいかもしれないんですけど、今この右側に参考画像が出てると思うんですけど、こんな感じ、例えば。で、次はいろんな並びがあると思うんですけど、基本的な並びで今日は説明しますと、次はこの悩み訴求。共感してもらうってことが目的ですね。こんな悩みありませんかとか、こんな不安ありませんかみたいな感じで。で、その後に、信頼してもらうっていうフェーズになります。実績を伝えるってことです。あなたが不安に思っていることとか悩んでいることっていうのは、こういうふうに解決できますよとか、こういうふうに解決してきましたよみたいな。あるいは雑誌に載りましたよとか、テレビに出ましたよみたいな感じ。だから、いかに自分たちが安心できる存在か、この問題に関してエキスパートですよとか、任せてもらって大丈夫ですよっていうような部分をこの実績の部分でデザインしていきます。そして最後 CTA ですね。Call to Action。行動してもらうってことです。今回で言うとこの初回購入特典 50% オフで今なら初回980円でいけるってことなんで、購入はこちらですよみたいな、このボタンを押したら購入できますよ、しかも980円で買えますよみたいな感じで設計しているということです。で、今こうやって説明してきて分かったように、左のファーストビュー悩み訴求実績 CTA っていうのがこけしみたいにブロックが上に積まれてるようになってると思うんですけど、このブロックごとに役割を合わせてデザインを変えていったりとかしてるっていうのが LP っていうことですね。なのでこの基礎がない状態で LP に入ると、この何から考えればいいのか分かんなくなって、結果的にこの時間だけがかかって完成しないってこともあります。多くありましたか？石川先生、そういう時。そうですね。むずいっすよね。何もできない時にやると。そうですね。長いしね、要素多いし。僕もなんか、やっと最近うまくなったのかなっていう感じわかんないですけど、なんか徐々にうまくなってきたのかなっていう感じですかね。こういうセールス系とかマーケティング系はね、満点がないから、常に、なんか最近上手くなってきたっぽいな、みたいなのを感じながらやっていくと。確かにさっき言ってたみたいに、かっこいいのを作ってたんですけど、売れるまでの流れを考えてたかっていうと、ちょっと疑問だなっていうのは最近思いました。確かにね。そこまで昔は考えてなかったな、みたいなのがあったんで、最近はその山田さんにいろいろ教えてもらったりとかして、どうしたら行動してもらうのかとか、どうしたら飽きないようにするのかとか、狙いを持ってやるようになったので、そこを考えれるようになってから、ちょっとこの LP の解像度とか理解っていうのが深まってきた感じですかね。いいですね。LP はこんな感じになってると。でもまずはバナーとかサムネで練習していった方がいいよっていうことなんですけど、このバナーとかサムネで身につく力があって、その1はこの文字の優先順位ということですね。このバナー見てもらって、サムネ見てもらって、
一瞬で伝えるために文字の見せ方を整理するっていう力が身についていきます。文字の優先順位で意識することっていうのは、まず何を一番大きくするか、そしてどこを目立たせるか、そして何を削るかっていうことですね。全部を目立たせると逆に何も伝わらなくなっちゃうので、このバナーとかサムネでは情報の優先順位を考えるっていう練習ができます。だんだんその勉強ができてきた頃に何を一番大きく伝えるべきかとか、どこを目立たせるかっていうのは考えられるんだけど、何を削るかっていうのは意外と見落とされがちなんで、ここは要注意かなと思います。そしてバナーサムネで身につく力その2、それは余白ですね。見やすいデザインにするために余白の取り方を学ぶことができます。余白で意識することは次の通りです。積み込みすぎると読みにくい、開けすぎると間抜けに見える。そしてどこに余白を作るのかが大事なのかということが分かっていくということです。余白ね、なかなか難しいんですけど、ただ開ければいいってわけではなくて、あくまでも読みやすくするっていうところが大事かな。あと無意味な余白を作らないとか、結構余白多いですよね、受講生の方で苦戦してる方。そうですね。でもミップルでやってる3ステップ、図形作って文字組んで配色装飾、この順番を常に意識してやると、この余白っていうのがうまく取れるんですよね。なんとなく開くっていうより計算して余白。そっかそっか。はい、そうです。なので、うち入れば大丈夫です。そうね。ミップルの魔法の教え方の3ステップっていうのがあるんで、そうですね。それを知るとうまくいっちゃいます。はい。じゃあ次行きましょうか。バナーサムネで身につく力その3。それは写真とか配色ですね。これの使い方とかが、練習できます。で、写真とか配色で意識することは、これも次の通りです。文字が読める写真の配置の仕方、それから背景との合わせ方、そしてターゲットに合う配色も学べる。そして目立たせたい部分の強調といった感じですね。写真とか配色っていうのはこの文字以上にこの見た目の印象を大きく左右します。ポスターとか思い浮かべてもらえれば分かると思うんですけど、ポスターに書かれてる細かいことを読むよりもまずそのポスターの写真がグッと入ってくるじゃないですか。だから人は文字情報とか文章の情報よりもビジュアルでガッて情報を一気に取り入れるタイプなので、すごく大事ですよということです。ちょうどこの YouTube が公開されてる時期のミップルのコンテンツが写真の選び方なはずです。で、その前が色の選び方ですね。このターゲットとかサービスの雰囲気に合ってるかどうかを考えるってことが大事になっていきます。なので LP のこの最初の画面でもこの一瞬で何のページかを伝える必要があるので、このバナーとかサムネの力っていうのは LP にも生きていきます。この小さい面積で伝える力はLP のファーストビューでそのまま活かせるということですね。さっきも言ったんですけど LP っていうのはバナーを積み重ねたようなものです。さっき言った通りですね。この LP は縦長になってるんですけど、ブロックごとに分けて考えていくようにやっていきます。で、イメージはこのバナーを何枚もつなげたような感じですね。縦に何枚もつなげていった感じが LP だと思ってください。やっぱりその高単価を目指したいとか、LP 作れるようになりたいとか、それで20万円、30万円稼ぎたいみたいな目標があると思うんですけど、そのためにはやっぱり土台が大事かなと思います。この LP の案件は高単価になりやすいんですけど、その分成果が求められるんです。成果につながりやすいデザインが作れるかどうかっていうのが求められます。で、ラッキーで1回もらったとしても、次リピート来なくなっちゃうんで、30万円ぐらいで高単価の案件もらって、それでクライアントががっかりして、もうずっと仕事来ないよりかは、15万でも20万でも、ちょっと安かったとしても、それを2回3回もらえれば、あっという間にお金はどんどん稼げるようになっていくので、そのためにもリピートされるデザイナーにならなくちゃいけない。で、リピートされるデザイナーはどういうデザイナーかっていうと、スキルがあるし、クライアントが達成したいことを一緒に追いかけることができるっていう感じですね。だから求められる成果っていうのは、まず売れるかどうか、そして問い合わせにつながるかどうか、申し込みにつながるか、あとは最後まで読んでもらえるかみたいな。LP によって何かを販売してたりだとか、あるいは問い合わせだけ取れればいいとか、あとはメルマガの申し込みが入ればいいとか、あとは最後まで読んでもらうことに意味があるとか、いろいろ LP の目的はそれぞれなんですけど、それをしっかり把握して、ちゃんとそれが叶うようなデザインになってるのかっていうのを考えるといいのかなと思います。で、こういうのを考えずに覚えたテクニックとか知識だけでやってると、表面的なデザインになりやすくて、結果的に微妙なデザインになります。なので仕事がもらえなくなるか、もしくはもらえたとしても低単価になりやすいということです。なのでまずは焦らずに基礎を固めていきましょうということですね。大事ですね。本当に大事。この焦って LP に進むよりも、まずはバナーとかサムネで基礎を固めるってことが最大の近道です。って感じですけど、どうですか？最終まとめとしては。そうですね。最大の近道です。最大の近道。それでも LP から始めたいですという人はやってみたらいいと思う。そうですね。一回失敗した方が、失敗した方がだからあれですけど、失敗する前提で話したら申し訳ないですけど、やってみてダメだったら、山田さんが言ってたことは確かったなって。そう。親の言葉みたく、遅れて聞いてくるみたいな感じがあると思うんで。でもそういう人もいらっしゃると思うので、失敗してから学ぶ人もたくさんいると思うので、やってみてもいいと思います。
そうね。はい。だからより近道をしたいとか、より確実に行きたいって人はバナーとかサムネでしっかり基礎を固めた方がいいですよっていう感じかな。そうですね。なので今までの人生で結構その飛び級っていうか、は基礎を飛ばしてもはいうまくできてきたって人は、うん。なんかそういうセンスがもしかしたらあるのかもしれないから、いきなり LP に行ってもいいかもしれないけど、多分9割以上の人はちゃんとした段階を踏んで生きてきたと思うんで、ちゃんとした方がいいかなと思います。まあ、後で絶対困りますよね。そうだねいきなり LP やると。デザインの引き出しとかが少ないはずなんで、ああ、そっか。 1個うまくいったとしても、2個目、3個目だと、一緒じゃんみたいな。ああ、一緒なデザイン出しちゃう可能性があるんで。そっか。せっかくリピートいただけたのに、そうです、そうです。2台のデザイン出しちゃう。そうです、そうです。またこれみたいな。やっなるほどね。ぱり基礎大事ですね。今日の動画の結論としては LP を作れるようになりたいんだったらまずはこのバナーとかサムネを極めて近道をしましょうということです。はい。僕、ダサいデザインのなんかストックみたいなの作ってて、この前見たらそこのある方のサイトが閉鎖されてました。写真も全然合ってないんですよね、このコピーと。すごいいい感じの写真を持ってきただけでちゃんとコピーを見れてないっていう。そうだね。今回やった作り方は絶対やんないでください。はい。はい。はい、いかがでしたでしょうか。今日は LP を作れるようになりたいんですけど、何から始めたらいいですかという質問にお答えしました。この LP を作れるようになりたいなら、まずバナーとか YouTube のサムネとか、この小さいデザインで基礎を身につけていくのがおすすめです。ちなみにミップルではバナーはもちろんサムネも学べますし、LP も学べます。しかもそれだけじゃなくて、初心者用のデザインソフトの使い方講座まで用意してあります。他のデザインスクールが30万円とか、高いところだと100万円ぐらいすると思うんですけど、ミップルなら月額14,800円で最短1ヶ月から始められます。気になる方は概要欄から LINE の友達追加をしてください。詳しい案内動画をお届けします。こんな感じで、このチャンネルでは Web デザインに関する動画を毎週更新しています。Web デザイナーになりたい、デザインが上手くなりたい、ダサいデザインを卒業したいって方は、次の動画を見落とさないようにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして今回の動画が参考になりましたら、ぜひいいねやコメントなんかもお願いします。すごく嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。今ですね、YouTube では公開してない限定動画をですね、期間限定で配信しています。見るだけでわかる Web デザインという人気シリーズで、見てるだけでも、なんとですね、Web デザインの知識が深まるレッスン動画となっています。この動画はですね、予告なく、終了する可能性がありますので、今回の動画を見て Web デザインに興味が湧いた、デザインのスキルを身につけたい、プロっぽい垢抜けたデザインができるようになりたいと感じた方はですね、ぜひ概要欄のリンクをタップしてご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。